皆様、本日はこちらのピーマンと豚バラ、そしてチーズ。こちらを使ってめっちゃ簡単だけど美味しいピーマンのチーズ入り豚巻き作っていきたいと思います。はい、やっていきます。めっちゃうまかったんだよね。この前なんかね、焼き鳥屋さんで食べたんだよね。すっげえうまくて、ちょっと感動しましたので。でね、今回はシンプルにね、塩コショウ。その時塩コショウがめっちゃ美味しかったんだけど、でいいかなと思うんだけど、一応ね、他のタレも甘辛いタレ、まあ醤油みりん、酒、砂糖とかで甘いやつ作ってもいいし、そこにちょっとバターのコク足してやってもいいし、そこら辺はね、皆さんお好みなんだけど、基本的には塩コショウでいこうかなと思ってます。ただまあ結構量があるから、これピーマンがね、こんなに量あるんだけどね、これ1袋だったんですよ。で、しかも200円もしないぐらいで、大量に安売りしたんでね、豚肉の量的に結構数が作れるんだったらタレ付きも作ろうかなと思ってます。で、こういう風にカットしたら、中の綿と種、全部取り除いてください。では、ピーマン全部カット。割って半分に、ちゃんとね、綺麗に水洗いもしました。で、ここに、こちらのピザ用のチーズ。で、今回結構大きめのやつなんだけど、もっと細かいやつの方が、あんまり大きくないピーマンだとね、詰めやすいかもしれないです。で、あとこちらのいつも通りの豚バラに、つなぎ、くっつきやすくするために小麦粉を用意しております。はい。で、そしたらもうピーマンに、チーズを適量。この中に入れちゃって、まあたっぷりの方が美味しいと思います。ちょっと溢れるぐらいがね。で、豚バラを。で、今回用意してるのは、これがね、230g だったかな、豚バラは。よいしょ。はい、こんな感じで内子っぽくして、つなぎにします。はい、そしたらもう、こちらのピーマンを巻くんだけど、はい。ちょっとね、チーズが溢れちゃうから、ちょっと蓋をしながら回してあげた方が、もっといいかもしれないですね。こんな感じで、ピント合うかな？豚バラを巻いてあげてください。一応もう一個やっておきますね。ピーマンの量はたくさんあるけど、ちょっと豚の量が足りないかもしれないな。はい、そしたら、ピーマンにチーズ。上側からクリッと回していって、はい、豚肉でコーティング。OK。はい、こんな感じで簡単です。で、あとはもうどんどん巻いていくんだけど、一応ちょっと1枚でも巻いてみようかな。チーズはね、溢れるもんだと思ってて、その方がちょっとね、こんがりして美味しいと思います。まあ、基本的には豚バラをね、2枚で巻いてほしいんだけど、せっかくピーマンがこんなにあるならと思ったら、なんかはい。これでもなんとかなりそうな気はしませんか？なんでちょっとまあ最初は2枚で巻いていって、ちょっと数が限界きたかなと思ったら、1枚にシフトします。はい、じゃああとはもうどんどん巻いていきます。では、こんな感じで巻き終わりました。ちょっとね、下が1枚で上が2枚のやつです。こっから上がね、ちょっとやっぱ豚肉足りなかったんで、まあじゃあこれで火にかけていきたいと思います。では、フライパン軽く熱したら油ちょっとだけ。この油はね、普通のサラダ油でいいし、米油とかそういうので大丈夫です。で、軽く伸ばしたら、火はね、ちょっと弱火にして、じゃあ焼いていきます。で、できれば巻き終わりなんだけど、ピーマンがそんな綺麗な形してないんで、じゃあ基本的にこの断面の方からやっていこうかな。まあ、ここが綺麗にね、巻き終わりになってたらそこがいいんだけど、ここからね、チーズが溢れてくるので、それを固めてちょうどよくしようかなっていう考えです。ただちょっとこれは大きくて後ろが巻き終わりってわかるので、これはじゃあ後ろからいこうかな。まあできれば巻き終わりなんだけど、それがちょっと横とか中途半端なところだったら、もう、チーズの面を下にしちゃって大丈夫。で、まずはね、しっかりとほどけないように、この状態で焼き目をつけていきます。はい。で、火はね、最初弱火だったんだけど、ここの段階で中火ぐらいにはしといてください。まあ、小麦粉とかで一応剥がれづらくはしてるんだけど、このチーズがね、海苔みたいな形になるので、それでね、余計剥がれづらくはなると思います。
で、今回のこれ、メインとしては塩コショウで食べようと思うんだけど、やっぱりね、その、ピーマンの美味しさがね、すごい伝わる料理なんで、僕たちはそれがすごい好きなんだけど、ちっちゃいお子さんとかのことを考えたら、塩コショウよりも、ちょっと甘い味付けの方が食べやすいかもしれないですね。はい、じゃあ、今2分ほど経ったんだけど、こんな感じでいい焼き色になったら、ひっくり返しちゃってください。強火にしなかったらね、そこまで一気に焦げることはないので、中火でね、じっくり焼いてあげてください。で、もうちょっとしたら蒸し焼きにするんだけど、しっかりと焼き色をつけて、ちょっと型を作るじゃないですけど、この状態で、ちょっとお酒すぐバッて入れて、蓋しちゃうと、やっぱほどけちゃうんですよね。なんで、まずここでしっかりと焼き色をつけて、ちょっとね、ほどけづらくしてあげてから蒸し焼きにした方が、見栄えよく食べれるかなっていう感じです。いい感じに後もついてきたんで、そしたら蒸し焼きにする前にできるだけね、ちょっとチーズの面を上にしてあげてください。溢れちゃうんでね、結構チーズを上の面にしたら、ちょっと火弱火にして、ここにお酒を大さじ1杯ぐらいで大丈夫。はい、こちら蓋します。で、弱火でここから2分ほど。そしたらね、ピーマンもしっかりと火が入って、豚肉もね、巻いてる内側の部分にもね、しっかりと加熱されるので、5、6分は火を通してあげれば大丈夫だと思います。じゃあこの状態でちょっと待ちます。では弱火で蒸し焼きにして2分経ちましたので、開けて、これだけ焼き色がついてたら十分って方はもうこれで大丈夫なんだけど、もうちょっとね、僕たちは焦げ目がついてるのが好きなんで、この状態で再度。で、火はもう強火にしちゃいます。で、一気に寄せます。はい、OK。じゃあ、あとはこちらに塩コショウなんだけど、今回ちょっとタレも一応ね、お見せしようかなと思ったので、この中でね、塩コショウしちゃうと、ちょっとタレの時にね、味が濃くなっちゃうので、塩コショウ分だけは取り出して、で、こちらにほんと塩コショウ。で、チーズの塩気は結構あるので、もうほんと軽くで大丈夫です。塩とコショウ、黒コショウですね。黒コショウはちょっと気持ち多めの方がピリッとして美味しいと思います。じゃあこちらでチーズ入りピーマンの肉巻きですね。完成です。じゃあね、塩コショウでいい方はこのまま。で、ちょっと一応ね、タレをちょっと作ってみたいと思います。では、最後、簡単にね、タレを。でも今ちょっとね、1個だけ味見したんだけど、本当にもう塩コショウだけでめちゃくちゃ美味しいんで、なくても大丈夫なんだけど、まずね、ちょっと余計な油と焦げたチーズがあると思うんで、それだけ、ちょっとキッチンペーパーで取って、ただこのチーズもね、この油もね、旨味なんで、はい。で、火はね、止めといて大丈夫なんで。そしたらここに、もうめっちゃ簡単です。今日も全部が簡単。まずお醤油を1。お酒も1。で、みりんも大さじ1。お砂糖を小さじ1杯。で、これはね、お好みなんだけど、ニンニク、チューブでいいので、1センチぐらいでいいです。こんなもん。で、これでちょっと火にかけて、アルコール飛ばします。このタレはね、いつもの美味しいやつです。で、これでちょっとね、やみつきだれっぽい感じでもいいんだけど、今回はここにバターを 5g。で、バター入れたらもう火は止めちゃって大丈夫です。はい。あんまり火かけすぎちゃうとね、このバターの風味が飛んじゃうんで、こちらで特製のやみつきだれ完成なので、さっきのね、塩コショウじゃなくて、こちらのタレをつけて、もうね、お子さんは好きかもしれない。あと、ご飯のおかずにもね、すごくいいと思うので、じゃあこちら、お好みでおかけして、実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。まずは乾杯。いやー、ちょっともう香りがめっちゃいい香りする。はい、乾杯。
うまっ。塩コショウでいただきいただます。きます。これほんまにうまい。うまい。いや、いいね。本当に何の小細工もいらないね。まだピーマンのね、このまだシャキッとしたそうだね食感がね、しっかり残ってる。あとこの豚バラの旨味がさ、このちょうどピーマンの中にさ、めっちゃ詰まってるの。それがめっちゃジューシー。やっぱさ、このチーズちょっと溢れてるところが溶けてさ、サクサクになってんだよね。そうだね。もううまい。いやもうこれはほんとチーズたっぷりにした方がほんと美味しいと思う。そのカリカリの部分とそのトロトロの部分がね味わえるから、いやこれビール好きにはたまんないし、やっぱさこのさピーマンのさ肉巻きはさ、もう串焼きだったら 100% 頼むじゃん。いや、本当に美味しかったんだよね。この前久しぶりに食べて感動して、あ、もうこれは作るしかねえと思って。で、あと、結構しっかりチーズ入れてると、やっぱりね、ピーマンの苦味よりもこのチーズのコクとかの方が勝つから、やっぱお子さんでもタレがなくても全然美味しくいただけると思う。けどせっかくね、僕タレ作ったんで、ちょっとね、もうかけずにちょっとここにディップしちゃうね。いただきます。いや俺この塩気がたまんないんだけど、美味しい。やっぱご飯が美味しくなる。ちょっとでも、マジでちょっと、こっちだと一気にご飯のおかずって感じだね。うんまっ。これはしかもさ、今回マジで圧倒的に低糖質じゃん。ダイエットしてる方にもこれはね、もういくら食べても大丈夫ですよ。本当に作るのが楽だった。パパッと。マジでお弁当のおかずにも最高じゃん、このサイズ感。最高だね。もう最後は何もつけずにいこうかな。オッケー。じゃあ、あっという間です。いただきます。ということで本日はですね、焼いて巻くだけシリーズ史上一番簡単だと言えるぐらい本当に簡単なね、ピーマンの豚チーズ巻きお紅茶で作っていただいたんですけども、本当ね簡単だと思えないぐらいめちゃくちゃうまいです。でこのねやっぱピーマンのね食感がね多少残ってるね、このシャキシャキ感もすごい美味しいんだけど、このね豚バラのね旨味がねもうねこのちょうどねこのくぼみのところにいっぱい詰まってて、それとチーズが合わさって本当にめちゃくちゃ美味しいんですよ。なのでねぜひ皆さんね作っていただけたらなと。もう出来たても美味しいんですけど、お弁当にもねすごくいいと思うので、お弁当のねおかずにもぜひ入れてみてください。で今回食べてみて本当にこれねタレつけるとお子さん大好きだと思うんだけど、もともとピーマンがねそこまで苦手じゃないお子さんだったらもうバクバク食べられる、おつまみにもなってると思うので、ぜひねお子さんのねおやつガーテラにもね作ってあげてもいいんじゃないかなと思います。ということで本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。